で、撮影チームの阿部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと企画がありまして、はい、結構大勢の人数で円形で座談会をやりたいなと。で、真ん中に360度カメラを置いて、それを撮影するみたいな企画をですね、考えてまして、それに合うカメラを、探してみたいなと思ったんですけど、いろんな種類があるということで、一旦教えてもらえればと思いまして、はい、わかりました。この時間いただきました。今回用意していただいたのはどんな？そうですね、この3台のカメラを用意しまして、インスタさんのこれタイタン、こっちがハンダロのクーカム 8K で、その後継機のクーカム3ウルトラというものを今3台用意しております。では早速なんですけども、タイタンというカメラなんですが、こちらはですね、レンズがですね、こんな感じで本体の周りにぐるーっとついてます。で、8個のレンズがありまして、それぞれで収録をしていくという形になっておりまして、最後に1つの映像にくっつけてやっていくって感じになってます。で、解像度は最大 11K までいけまして、8K の収録もできますというふうになってますね。あとは360度動画ももちろんなんですけど、360度の 3D の動画も撮ることができるようなカメラになっております。レンズとレンズの間に若干隙間があるんですね。スティッチラインって言うんですけど、それをあんまり考えないで近づいて撮ってしまうと、顔の真ん中だけが切り取られて見えない感じになっちゃうというふうになってくるので。なるほど。今顔の前にレンズの中心が向いています。はい、この状態で撮ると綺麗に撮れるので、こんな感じにはなるんですね。特に僕の顔とかには特別違和感はないかなと思うんですけど、これをですね、レンズの中心が向いていない状態で撮ってしまうと、感じでちょっと僕の顔が真ん中だけ切れてる感じになると思うんですが。なるほど、はい、これ一番高性能なカメラですよね。そうですね。でもやっぱこういう風になっちゃう。はい、隙間っていうのはどうしてもちょっとカメラの特性上あるものではなってしまうので、癖というかそういった特性のものを理解してあげるとしっかり綺麗には撮れますね。だとすると、でもこうやって対談みたいに席を移動しないで会話するみたいなことには向いてるかもしれないですね。そうですね。カメラの位置を先に決めてしまえば、あとはその隙間に映んないように人を配置しておけば、カメラの位置と席の位置決めちゃえば。そうですね、そうですね。はい。ただ、これで4人ともいい感じに1人が合えば、でもこう座ってれば合うはずですよね、理論上。微調整は多分理論上合うと思うんですけど、こんな感じで今ぐるっと回して、みんな大丈夫ですね。おお。あと4人だとちょうどいいですよね。カメラが8個なんで、5人で座ると1人切れる人が出てくるみたいな。そうですね。松優さんをちょっと向けてもらっていいですか。で、松優さんがちょっと隣の席の人に移動、全身タイツの方に触れてみるみたいな、移動して触ってみるみたいなことをやろうとするとどうなるんですかね。はい。突っ込み入れるみたいな。ここで今手がちょっと。なるほど。一回ちょっと線が入るけど、そこまで行き切っちゃえば交流は取れるみたいな。そうですね。なんか突っ込んだりするときはもうこういうの入るよと。で、なんか2人でわちゃわちゃするんなら、もう行き切っちゃえ。そうですね。という感じですね。この人のスペースに松井さんが一緒に入るみたいな感じになっちゃういいのかなと思いますね。ここまで来ちゃえば。そうですね。なるほど。そしたら綺麗に。そうですね、綺麗には。あと YouTube とかそういうなんかちょっとバラエティーもので使おうとすると、あと挨拶するときに寄りたい、結構アップで喋りたいってあると思うんですけど、そこの歪みだったりとかっていうのはどうですかね、気になりますかね。じゃあ動きますね。はい、お願いします。もうこの時点で今ちょっと右にこっち側に今ラインが出てしまってるので、まずほんの少しだけ左側に来ていただけると、結構線がこんなに近くに入っちゃうんですか。そうですね。なのでスティッチラインというかカメラと被写体との距離が離れれば離れるほどこの境界線っていうのは目立たなくなります。さっきこんなに狭いなとは思わなかったですもんね。奥で座って横に手伸ばしていただいてもいいですか。全然気にならないですもんね。でも近づくと結構もうね、左右のお耳が切れちゃうんですね、これで。かなり近づいてはいますが、すごい近いです。こんな感じですね。もう消えてる。顔なくなっちゃってる。半分ないです。顔なし。顔なし。ですね。こういう近づくとちょっと強調されてしまうというのもあるんですね。歪みに関しては魚眼レンズは多少はあるんですけど、このスティッチラインがやっぱり一番距離的には大事なのかなと思っています。
以前の撮影した朗読劇撮影があったんですけど、はいその時は、実際にスタジオをロケハンさせていただいて、ここからここまで距離を測って実際にこう来たい場所にタイタンを置いて、会社に戻ってからここにまたスタジオを再現して、自分たちでこう放射状に線を伸ばしていって、じゃあこのレンズのそこまでを、何センチだねってこう測っていって、境界線にかぶんないっていう位置をあらかじめこっちで作ってあげて、本番に臨んで演者さんにこの位置でお願いいたします、移動、体がこう左右に移動してしまうとお顔が切れてしまうので、極力移動はしないようにお願いしますという注意だけするみたいな感じでやっていましたね。なるほど、そういうのが、ね、演者さんへの徹底というか、周知してればいいものが撮れるという感じですね。なるほど、はい、画質的にはやっぱり他の、この後の2台に比べて、一番優秀かなと。はい、ただやはりさっきお話ししたスティッチラインの部分があるので、対談、もちろん位置をしっかり決めれば可能なんですが、最近の撮影でいうと人が周りにいないですごくこう雄大な景色というか綺麗な景色を撮るのにすごくぴったりなカメラなんじゃないかなと思いますね。はい、こうお祈りしてましたよね。結構天の塾のカメラというか気分屋というか、必ず撮影をする前にスピードテストっていって、収録してる最中にメディアが収録されるデータの速度に合ってるかどうかみたいなチェックをしなければならなくて、それがですね、なかなかちょっと普段準備をして前回やって OK だったねっていうことで、そのまま次の案件に持っていってとかしちゃうと、あれ前回大丈夫だったのに今回なんか調子悪いなみたいなことが起こりうることが多々ありまして、必ず撮影前にスピードテストを必ずして収録ができるかどうかの確認をしなければならないっていうのがちょっと一個のメリットなのかなというところはありますね。ありがとうございました。ではタイタンの説明ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次回、はい、別のカメラをはい、ご説明いただければと思います。はい、ありがとうございます。